のしのぶチャンネルです。トロントののじです。ロンドンのノブです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日は第16回目の、私、のじからですね、転んだ時にした治療法の紹介をしたいと思います。よろしくお願いしはい、よます。ろしくお願いします。はい。で、今週、のぶさん、いかがでしたか？はい、今週いよいよというかついに第2弾イギリスもナショナルロックダウンが今週木曜日5日から始まりました。始まっちゃいました始まりね。ましたね。もうでも前回はほら突然来た感じでみんなパニックになってすごい怖いなってみんなね、思ったと思うんですけども、今回はちょっとなんかしょうがないかなっていうのもあって、私もなんかもうロックダウン中、のんびりするかなんて思ってたら、ところが私は一応治療師なんで治療は続けていいということを政府からいただいたので、頑張ってお仕事します。頑張ってください。はい。で今日はね、出張の帰りにオックスフォードサーカスに行ったんですけども、このように本来、明るくはねなってるんだけど、本来はもう5時ぐらいだとみんなもう買い物客とか人がもうわーってて、車の通りも激しいんだけど、結構ガラーンとしててちょっと寂しい感じだけどね、明るいけど寂しい感じですね。でもなんかもうとりあえずもうこれ1ヶ月頑張って乗り切って来年いい年にしたいなと思いますね。はい、頑張りましょう。頑張りましょう、皆さん。体に気をつけて元気でいてくださいね。はい。はい。で、のじはどうですか、今週は？今週の字は在宅です。はい、残念ですね。これ家の前の公園、家からこんな景色を眺めています。もうすっかり秋だね。そうですね。この目の前の公園をうろうろしてね、5分とか10分とか歩いてるだけですね。はい。でですね。はい。今週は、はい。なんと私はですね、この間緊急行きましたね。イマージェンシー、救急車呼んだので、なんと早速ビルが届きました。請求書45ドルですよ。45ドルですね。どうこれ。すぐ払いましたよ。ね、高いというかね、高くはないと思う。いいと思う。だって45でね。45ドルで、障害、バイタルチェックとかいろいろやってもらって、搬送してもらったので、ありがたいと思います。命のこと考えたら安い。ね、ロンドンはどうなんですか？ロンドンは基本そうです。全部医療系は。特別なことを除いてなので、でももし自分がカナダに行っても、お金出しでもね、救急車に乗って命をね、救うと思います。そうですね。はい。ということで、払ったけどよかったですよ。で、私のですね、状態はですね、昨日写真自分で撮ったんですけど、やっぱ歪んでるんでね、こんな感じに歪んでます。見えましたね。ずれてるよね。ちょっとね、やっぱ右の首。思いっきりだってもうずれてるもん、肩がね、歪んでるもんね、腰とかね。そうね、歪んじゃって、右の首、左の胸、右の腰ってこういうふうに流れちゃってるから、ちょっとやっぱ腰がね、右のお尻のとこ痛いし、首もね、結構圧力が痛いんで、痛いっていうか、まだぼーっとしてますね。ちょっと、だから脳震盪になっちゃったかなって感じもするんだけど。そうだね、それはもうちょっと心配だけど、しょうがないですね。ちょっと、様子見ましょう。ということで、私はこの転んだ時に、救急車呼んだんですけどね、本当に歩けなかったから。で、帰ってきて、向こうで、痛み止めをまずもらいました。で、家に帰ってきてからですね、何をしたかというと、まず、ここね、頭ここ痛かったので、まずは、とりあえず帰ってきてお水飲んで、たくさんね。で、
何ですかね、アイスで冷やそうと思ったんだけど、まず体がごちごちなんで、熱い風呂に入りました。お風呂に入って、お風呂には、一応オイルと、ティートリーオイルとか入れて、あと塩と、あとね、白いね、お酢を入れたんだね。お酢を入れたんだ。お酢を入れて、塩とお酢とオイルで入りました。で、それから出るときにはいつも冷たいシャワーを浴びます。で、これで熱いところとかね、この冷やすってやって、そしたらここの頭痛いのとかちょっとスッキリしたのね。詰まってるのが少しスッキリしたんだけども、それから出てから、実は、これ、糖尿病の人が、こう指とかで血出してやるでしょ、この器具なんですけど、私これ持ってまして、私は糖尿じゃないんだけども、今まで、実は私は脳震盪とか、事故とか多くて、脳血栓になっちゃった時もあります、ここのところ。亡くなる拘束やれてますね。で、これをもう買ったの。自分の、ご信用ってわけじゃないけど、なんかの時にはこれをこう、この指の先っちょのところに、刺して血を出します。で、そうすることによって、血の流れの圧力が変わります。血の流れてる。そしたらそれで、また血栓とかできたりとかっていう予防にもなるし、血管がこう曲がってるじゃない、体が曲がってるから、血管も曲がっちゃってるんで、それをちょっとこう圧力を抜くってことで、これを私は買ってます。買いました。持ってますね。それを皆さんにぜひおすすめします。持ってない人もいると思うので、輪ゴムをして、このパフパフしているところを輪ゴムをして止めて、で焼いてある針でこう刺して、で血出してください。ものすごい汚い血とかが出る時がありますので、すごいね、出したらスッキリ。で、私今回はこうやってバンって倒れた時にこうムチ打ちになっちゃって、右側のところめちゃくちゃこう痛くなっちゃったのね。こっちも痛いんだけど、このところにもうこれを刺しました。で、血出して、少し楽になったので、もう絶対これは倒れた、ね、寝る前、できたらお風呂入る前にの方が良かったのかもしれないけど、お風呂入ってきたらね。で、やりました。寝る前にやりました。これは遮血って言うんですけど、それで、ノブさん、このことに関してちょっと説明をお願いします。そうですね、遮血は、鍼灸の治療法で一応名前的には知ってました。で、これはですね、医者はできるんだけど、実は私たち鍼灸師はやってはいけないんですよ。でも一応、鍼灸の治療法としてはあります。で、その時名前はなんかまた変えてやってるんだけど、やっぱり私たちの体って悪いものを出すので、滞った血とかなんか病気になる時にやっぱ血を出して、流れを良くするっていう治療法をするんで、彼女がやったのは良かったと思うね。で、その時に昔の古代の鍼灸の考えだと、まず、邪気を出すっていうのね、邪気が悪い血を出すっていう意味で、で、大体刺す時に、やっぱりさっきの字が言ったように、指の先端、私たちから清血っていう井戸の井に穴って書くんだけど、この指の先に清血っていうツボがあるんだけど、そこを刺して血を出すっていうやり方をするんだけど、これは表向きではやらないことになってるけど、刺して出ちゃった血がっていう感じで治療には使います。でも本当急性の疾患なんかも特に効くし、そうですね、熱とかある人も効くし、やっぱもちろん事故の後に処置として出すときもあるし、あと頭にも刺すときもありますよね。やっぱ脳梗塞とか、あと脳血栓とか、あとなんか怪我とかね、頭にしちゃった人に悪い血が溜まってるんで、ブヨブヨしてるのよ。そこに針刺してそういう血を出すっていうこともするときはあります。
真ん中のとこ、痛いのよ、とにかく。だいたいブヨブヨして、そのいらない血、固まってる血があるんで、それを出さないと、病気って余計具合悪くなっちゃうんで、そう、血流の流れを良くするために、やります。ください。そう、ここにこうやってね。そうなんですね。ないときは、何でもいいから針とかね、こういうので。ペンとかも、本当にちょっとこれ、私たち治療師としては、進めるっていうこと、本当自己責任でやっていただくには、治療効果はあると思いますね。はい、ぜひおすすめします。はい。概要欄に書いておきますんで。ね、痛くないですからね。はい。あと他には何やったの？あとはね、それで、マッサージ、軽くね、マッサージ、ここがやっぱ痛いからこうやって押さえて、この首の後ろのところをこう伸ばす感じにして、ポラリティっていうんですか、あとこうやって回したりとかして、リラックス、ここの周りを、結構衝撃が受けてるんで、そうだよね。ここら辺をマッサージ軽くして、あとはね、アイスパックですね。このアイスのね、こういうのあるじゃないですか。これをアイスパックで、やっぱ胸のとことか、頭とかを冷やして、そう、寝て、で、それからね、友達が来て、彼女の勧めで、こういうね、こういうなんか、ドライハーブの、これコンフリーっていう植物の根っこなのかな、根っこだけじゃなくて全部入ってるのかちょっとわかんないんですけど、それを持ってきてもらいまして、コンフリーっていうのは、今後では紫科のヒレハリソウっていうので、こんな植物ですね。そんなことあるかもしれない。結構強い草みたいで。綺麗だけどね。青いのだったらこんな感じ。だけど、多分メディカル的には紫の方がいいのかな、わかんないけど。全部使えるかもしれないけど、それで何が、このやつはね、紀元前400年からずっと使われてる、すごい薬草で、で、またの名を、ボーンニットっていうんですって。ボーンニットは、ボーンって骨っていう意味？骨を、つなぎ合わせるっていう。すごいそのまま、内身とか、そういうのにものすごいいいんですね。だから早くこのヒーリングさせてくれるっていう感じで、で、このやつをね、まず水に浸して、大さじ2杯に水 200g ぐらいかなを入れて、30分ぐらい置きました。で、それからにちょっと20分、30分ぐらいコトコト煮て、煮たのをこのすり鉢に入れて、なんか、料理っぽいわ。これでペーストにしたやつを、布に、バーって乗せて、で、ビニール袋下に敷いたやつで、体に縛り付け、で8時間ぐらい寝るときにやったのね。すごいこれやったらものすごい楽になりました。で、さすが名前の通りと思ってね。本当だよね。すごい良かった。それで、次の日も起きて、調子こいてそれまたやっちゃうと思って、次の日、一日やってたの。友達が、どうもこれは毒があるらしい。毒作用がちょっと強いみたいなので、毎日やんないわけで、ちょっと夜だけとかにした方がいいとか言われたから、その日は一日やらないで、次の日やらないで、夜にまたやったら、すごいやっぱね、いいね。痛みが本当に取れて、なんか本当ミラクルって感じ。でもね、見たことないから、でもあることはね、あるのかしら。こっちでもね。あると思う。で、昔は飲んでてもいいみたいなんだけど、止血作用があって、体の中のブルーズとか、血が内臓とかに出血とかしちゃうじゃん。転んだらやっぱ出たりとか、そういう人にもいるんだけど、今は毒性があるってことが確認されて、肝臓障害
の、可能性があるってことで、まあ、ね、飲むのはやめた方がいいんじゃないのっていう感じになってるのね。禁止みたいな、摂取禁止なんだけれども、まあ、昔からとてもいい薬草としてあって、で、またこれはとてもいい、堆肥、緑肥、緑の葉っぱをこう買って、ね、それを土の上にこう広げとくだけで、土の中のミネラルと水がわーって表面にこう上がってくるの。で、そのぐらいすごくミネラルを引き出す力があるから、で、これを堆肥とかこの似たやつを巻いとくとかしとくと、ミネラルがもう土から出てくるっていう作用があって、これは植物の医者っていう別名もあります。なるほど。そういうなんかすごいね、素晴らしい薬草だね。もう元気な薬草でした。で、これをいただいて、すごい、ね、私も知らなかったけど、こうやってやって、やらない日を3日ぐらい作ったのかな。そしたら、やっぱ痛くなってきて、やったらやっぱりすごくいいね、効くのよね、痛くなくなるから、ある意味強烈な、だなと思ってね。でも、10日間ぐらい続けてやってもいいけど、10日以上は続けてやっちゃいけない。外に貼っつける。なるほどね。で昔はなんかその葉っぱをこうぐちぐちして、ここら辺に貼って、葉っぱで巻いて、っていう風にして、チップみたいにしてね。接骨あれ接骨とか、接骨を直したみたいです。面白いね。いいね。なんかね、私も探して、なんかもしなんか怪我とかしたらやってみたいわ。そう。でね、葉っぱが出てくるのは5月の終わりから10月か11月まであるみたいなんで、まあ、意外と長い期間に大量にわーって出てきて、結構、そこら中にあるみたい。中国と西ヨーロッパから出てきて、今はノースアメリカにも来てるって話なので、なるほどね。意外と世界中に広がってるのかな。見つけたらぜひ私も試してみたいと思います。はい、ということでした。あとはね、あとは痛いけど動かしたりとか、呼吸、肺はね、今、コルセットしないんだって。あばら骨とかを、よっぽどひどい限りじゃないと、どうしようもないので、コルセットしないから、じゃあどうするかって、深い深呼吸を、痛いけどこう抑えて、深呼吸を、しました、たくさん。で、わざと広げるようにして、そうね、中からね、そう。あと、肋骨の間を広げるようにして、それ良かったと思います。あとはストレッチを、痛いけど、少しした感じ。できる範囲でね、やってみて。やってます。はい。そうですね。で、転んだ時はやっぱり、脳震盪、ここのところやられてるんで、可能性があるので、みんな安静にしてください。で、座っている時の方が、もし脳がね、揺れちゃった時は座ってください。の方がいいです。寝てると、整わない時があるんで、私もずっと座ってました。こんな感じです。気をつけてね、一応頭に入れといて、もしやったらもう、とっさにやってみてくださいね。そうですね。はい。そういう感じでした。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。はい。ではですね、来週は、私、ちょっとお休みさせていただきます。一緒、すいません。お休みです。はい。で、再来週は、ね。来週はね、ちょっとまた違う、試みをやろうかなと思って、私たちでね、ですね、ゴール設定を決めて、セルフコーチングをやろうかなって思ってます。はい。お楽しみにお待ちください。はい。では皆さん、また2週間後ですね。はい、お会いしましょう。はい。ありがとうございました。チャオチャオ。ありがとうございます。チャオチャオ。